様々な個性を持つヒーローが活躍する僕のヒーローアカデミア。その中でも最強の無個性といえば誰が思い浮かびますか？無個性って言ったらデクとかオールマイトじゃないかな。ということで今回は身体能力だけで最強ヴィランをボコボコにする無個性ビジランテナックルダスターについて解説していこうと思います。この動画ではヒロアカスピンオフビジランテのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでからこの動画を見てね。それでは行ってみよう。本名オグロイワオ、ビジランテ名ナックルダスター、身長185センチの巨漢でエンデバーと同い年の45歳です。ビジランテの主人公灰回り光一の師匠なんだよね。見た目は完全な不審者だけど、オールマイトがスーパーマンをモチーフにしているのですが、ナックルダスターはバットマンをモチーフにしており、非合法に悪を叩きのめすダークヒーロー的なおっさんです。見た目はマーベルヒーローのデアデビルに似ているね。覆面にメリケンサック、ボロボロのトレンチコートのパーフェクト不審者スタイルで、バットマンのようなフックロープで街を飛び回り、日夜犯罪者をボコボコにしている正義の人です。決め台詞が悪党を殴るとスカッとするぞの人が正義なわけないよ。言動や行動は野蛮な脳筋マッチョと思われていましたが、冷静な判断力と鋭い洞察力を持っており、独自の正義感のもとにビジランテ活動を行っているナックルダスターに影響を受けた人は多く、主人公の灰回り光一はもちろん、若かりし頃のステインやビジランテのラスボスナンバー6も彼の正義論に感化されています。師匠はステインとも関係があるの？もともとステインも非合法のヒーロー活動、いわゆるビジランテ活動をしており、同じくビジランテ活動をしていた灰回り光一とも顔見知りでした。ステインは当時スタンダールと名乗り、非合法にヴィランを粛清していたのですが、行き過ぎた正義と残虐性にナックルダスターとスタンダールは対立します。どっちもやりすぎる系の危険人物じゃん。日本刀で武装したスタンダールに対し、メリケンサックで立ち向かうナックルダスターでしたが、戦闘経験の差でナックルダスターが勝利し、顔面を潰されたスタンダールは自ら花を削ぎ落とし、狂気の怪人ステインへと変貌していきました。あのステインに勝つって師匠やばすぎない？格闘センスとバトル IQ に関してはヒロアカ本編含めても最高クラスの実力を持っており、素の戦闘力で最強クラスのヴィランたちをなぎ倒していく紛れもない超人です。師匠ってあんなに強いのに無個性なの？鍛え抜かれた肉体と強靭な精神力、ぶれない正義の心で凶悪ヴィランたちをなぎ倒していく師匠ですが、もともとはオールマイトやエンデバーと肩を並べるほどのトップヒーローオクロックとして活躍していました。もともとはトップヒーローだったんだ。オクロックの現役時代はレジェンドと呼ばれるヒーローが多く存在しており、オールマイトやエンデバーはもちろん、桐島英二郎が憧れていた男気ヒーロークリムゾン・ライオットや公安時代のレディー・ナガンが活躍しており、凶悪犯罪専門のヒーローとして活動していたオクロックはレジェンドヒーローの中でも上位の実力を持っていました。だから師匠はあんなに強いんだ。オクロックはどんな個性を持っていたの？オクロックの個性は思考を超加速する個性オーバークロックです。普通の加速とは違うの？動き自体も加速されるのですが、オーバークロックは同時に思考速度も加速されます。そのため戦闘中でも高度な戦術を練ることができるようになり、冷静に相手の弱点を見極めたり、戦況を見ながら次の一手を考えたりすることが可能です。スピードアップ系の個性の中でもかなり強い個性だね。でもさ、なんで師匠は個性をなくしてしまったの？ヴィラン犯罪を専門に活動していたオクロックは捜査の途中でオール・フォー・ワンに遭遇、戦いを挑むも敗北し個性を取られてしまいました。ということはオーバークロックの個性は今はオール・フォー・ワンが持っているってこと？オーバークロックの個性は脳無計画の元になった実験体ナンバー6に移植され、それがビジランテのラスボスになるのですが、もしかしたらオーバークロックのオリジナルは今もオール・フォー・ワンが持っている可能性が高いですね。ヒロアカ本編で全盛期オール・フォー・ワンが復活したけど、目にも止まらないスピードで動いていたから、もしかしたらオーバークロックの個性を使っているかもしれないね。師匠と仲がいい人っていたのかな？仲がいいというか戦友に近いのですが、トップヒーロー
オクロックとして活動していた現役時代にミルコとラッパ剣道と共闘したことがあります。ミルコとラッパ剣道ってヒロアカ本編でも屈指の戦闘狂じゃん。ヒロアカ本編から遡ること約10年前、ヴィラン犯罪の捜査中、非合法で開催されていた地下闘技場に潜入したオクロックは、そこで地下闘技場の選手として活躍するラッパ剣道と、当時女子高生ながら覆面をして非合法のヒーロー活動をして暴れ回っていたミルコと出会い、ひょんなことから3人でチームを組むことになります。師匠とミルコ、ラッパ剣道の3人が揃ったら全員戦闘狂すぎて収集つかなさそう。オクロック時代の師匠は警察と連携していることもあり、基本的には冷静沈着で洞察力が鋭く、潜入捜査官として活動していたため、バトルジャンキーのミルコとラッパ剣道をうまくまとめ、チームの司令塔としてリーダーシップを発揮していました。ヒーロー時代はむちゃくちゃな人じゃなかったんだ。師匠とミルコたちは誰と戦ったの？当時まだ悪の帝王として君臨していたオール・フォー・ワンが地下闘技場を隠れ蓑にして計画を進めていたハイエンドノームの実験体フードちゃんを相手に共闘しました。フードちゃんってヒロアカ本編でエンデバーとフォークスを追い詰めたハイエンドノームだよね。10年前からいたんだ。まだ未完成ながらも圧倒的な力を持つフードちゃんを相手に、暴れん坊のラッパ剣道と女子高生のミルコと連携を取りながら戦う師匠でしたが、ハイエンドノーム相手に決定打が打てないということで、オールマイトを招集して解決を図ります。自分たちでは勝てないと思ってすぐにオールマイトを呼ぶっていう判断が冷静な師匠らしいよね。ヒーローになってからは誰ともチームを組まず単独行動をしていたミルコが、実は女子高生時代に一度だけチームを組んだことがあるというエピソードはミルコファンにはたまらないですよね。ヒロアカ本編の最終決戦で信楽と戦っている時にかっちゃんからチームで戦うぞって言われた時、嬉しそうに笑ったのはこの時のことを思い出していたのかもしれないね。トップヒーローで個性がなくなってもビジランテ活動する師匠はどうなったの？師匠がビジランテ活動をしている真の目的は失踪した娘を探すためでした。ヒーロー時代から家族をないがしろにしていた師匠は個性を奪われたことですさんでしまい、それが原因で家庭崩壊してしまいます。一人娘だった玉緒は家出をしている途中、体を乗っ取る個性を持つヴィランハチ使いから女王蜂を体に埋め込まれ、個性増幅薬トリガーを蔓延させるヴィランハチスカクイーンとして暗躍していました。ビジランテ活動の末に玉緒を見つけた師匠は玉緒を救うことに成功しますが、その裏にオール・フォー・ワンの存在を感じ取ります。結局悪いやつの裏には全部オール・フォー・ワンがいるんだね。その後、自分の個性オーバークロックを移植されたヴィランナンバー6が街を壊滅させようとしたところに師匠が駆けつけ、無個性でありながらオーバークロック持ちのナンバー6を圧倒、自分の命を懸けて道連れにする寸前まで追い込みます。無個性なのに最強個性持ちのヴィランを一方的にボコボコにして倒す寸前まで行く師匠って化け物すぎるよ。なんやかんやあって高一の最強個性が覚醒し、ナンバー6を消滅させることに成功させるのですが、街を壊滅させた責任を問われ、日本に住めなくなった高一はヒーローの本場アメリカに渡り、ポンコツヒーロースカイクローラーとして活躍しています。師匠は日本に残ったのかな？日本に入れなくなった高一の代わりに、高一の大切な人が住む町鳴畑を守るために、師匠は今もビジランテとして毎晩悪党をぶん殴っています。ということで今回は無個性ながら最強のダークヒーローナックルダスターについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか？ヒロアカ本編では日本中がオール・フォー・ワンに征服されようとしているから、師匠がビジランテを率いて参戦してくれたら心強いよね。この動画が1000いいねを超えたらビジランテ時代の相沢先生の裏話解説動画も作ろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。プルスウルトラ